これは祖父から聞いた狐つきの話です。祖父が子供の頃住んでいた集落は、これといった名物や名所がない貧しい山奥の集落だったそうです。そこに住んでいた人たちも戦後の復興で働き手を求め、都市部に移動を始めていて、30人くらいいた同年代の子供たちは季節ごとに姿を消していきました。祖父が集落から都市部へ出て行った時には、集落に同世代の子供は数えるほどになっていたそうです。その中でも祖父と一番仲良かったのが Y 君で、どちらが木の上に早く登れるかを競い合った良きライバルでした。ある日の夕方、Y 君の家の人が祖父から話を聞きたいと訪ねてきました。何でも学校や帰り道に何か変わったことがないか知りたいというのです。理由を聞けば、Y 君の左肩を中心に背中の3分の1が赤く腫れてしまい、こんなに腫れるなんて普通では考えられない。何かが原因なのだろうから、少しでも手がかりが欲しいのだというのです。心当たりといえば、祖父はその日家の作業がなかったので、学校の帰り道に Y 君と寄り道をして、あけびを取りに山に入っていました。あけびの鳴っている場所に行くと、熟れて落ちたあけびを食べていた狐と出くわしました。狐は祖父と Y 君を見てすぐに逃げていったので、祖父には Y 君の家に心当たりはありませんでした。それでも祖父は Y 君を助けたくて、どんなに些細なことであっても覚えているだけすべてを話したそうです。Y 君の背中の腫れは数日で収まったのですが、すぐに別の場所が赤く腫れるありさまでした。左腕が赤くなったと思ったら、数日後にはお腹が赤いと、まるで体の中を移動しているようで、医者も原因がわからないという状況になりました。さらに Y 君の変化は体だけではありませんでした。いつも笑っていた Y 君はだんだんと笑わなくなっていき、話し声がうるさいと友人に殴りかかったり、農機具につながれた牛に突っ込んだりと問題を起こすようになっていて、怪我が絶えなくなっていきました。この Y 君の変化を狐つきだと最初に言い出したのが Y 君のおばあちゃんです。いくら迷信の色濃い山奥の集落とはいえ、狐つきなど大人たちは誰も信じていませんでした。しかし、治る気配のない赤い腫れに、人が変わったとしか思えない Y 君の変貌ぶり。大人たちも狐に疲れたというのを馬鹿にできなくなっていたため、Y 君の家は藁をつかむ思いでお祓いをすることに決めました。集落の社を管理していた家に頼み、有名な神社の神主を呼んだと大人たちが話すのを聞いて、集落の子供たちは皆好奇心で興味津々です。ですが、神聖な儀式ということで、子供たちは監視できる場所に集められました。この時、祖父は隙を見て様子を見に行きたいと考えますが、それで儀式が失敗したら Y 君が元に戻らないと思って我慢することにしたそうです。儀式の後、しばらくはそれまでのこともあって、Y 君は子供たちの輪から孤立したままでした。Y 君が
子供たちの輪に入れるようになったのは、赤い腫れが体から消えたということが大人たちの話から伝わってからです。以前と同じとはいきませんが、ちょっとしたことで怒り出すことがなくなった Y 君は、よく笑う子供へ戻っていきました。大人たちから聞いた話によると、儀式では嫌がる Y 君を神前に座らせて、用意した水を飲ませようとすると、ひどく暴れ始めたそうです。それでも無理やり水を口に入れると、急におとなしくなったのだとか。Y 君が急に静かになったので、間違えて酒を飲ませたのかと、大人たちは心配になったそうですが、Y 君に飲ませたのは水で間違いありませんでした。それから儀式が終わるまでの間、Y 君はうつろな表情で身じろぎ一つせず、儀式が終わってから寝室に行く足取りはふらふらとしていて、まるで寝ぼけているようだったそうです。江戸時代の文献によると、狐は人の皮と肉の間に入り込んで、その人の意識を奪い、皮と肉の間を自由に移動するとされているそうです。狐に疲れた人の体には、こぶ、腫れといった特徴が現れるとあります。私が祖父から聞いた話はこれで終わりです。Y 君の身に起きた異変は、今では知る由もありません。ですが、お祓いをきっかけにして事態が収まったのは事実のようです。狐つきなんて本当にあるのでしょうか。